だきます。オープンしちゃおうぜ。でっけえ。これはもう日本的だな。最高。フレッシュだよこれは。本当のなんかレストランっぽい部分あるんだよね。スティーブ的視点のスティーブです。東京に来てます。今日の企画はね、前はほらバーガーキングね、モスバーガー、日本のハンバーガー屋さんに何か所かに回っているんだけど、その中でね、視聴者からのコメントをたくさんいただいてます。スティーブさん、フレッシュネスバーガーがめっちゃ美味しいというふうに結構言われてるんだよね。今日初めて行ってみたいなと思って、この先にフレッシュネスバーガーがあるらしいぜ。行こっか、食べに。アメリカンだからなどの日にでもね、寒い日、暑い日、いつでもね、ハンバーガー行けるんで、これ楽しみにしていきたいよ、本当に。ハンバーガーの匂いだよ。これもうアメリカ人としてこの匂いが鼻に入ってくると興奮しちゃうぜ。あー、りょうちゃん、フレッシュネスバーガー。いやー、初フレッシュネスバーガー、楽しみにしてまーす。造形美ちゃってハンバーガーには日本じゃないと考えれないもんな。アメリカだったら俺はコーラを飲まない人、昔飲んでたけど、もう十何年もね飲んでないんだよね。あんまり体にはいいと思わないものなんで。でもハンバーガーに一番合うのはやっぱりコカ・コーラっていう風に、そういう風になってるんだよね。草原ビチャーもこれは日本じゃないと考えれないよね。でも美味しいよ。美味しいです。でもレモネードもあったから、これ飲んでからレモネードにしてみたいなと思うんだよね。はい、ありがとうございます。おー、美味しそう。ありがとうございます。すごいよ。早いしね。あとテーブルに持ってきてくれるっていうのは本当のなんかレストランっぽい部分あるんだよね。よりもすんげえよな、これは。でっかいよ。もうアメリカンサイズだよ、日本で。ポテトから行くのが一番だと思う。うわー、ごっついポテトだよ。ちゃんとしてる、もうポテトって感じだよね。ポテトフライよりもポテトを切ったこういう感じのものなのですごいな。ちょっと食べてみます。熱い、熱々熱々熱々出来たてのポテト。いただきます。本物のポテトって感じだよ。ポテトフライってちょっと違うんだよ。これは本当にポテトそのまま1個を切った塩もちょうどいいぐらいのねにかかってるので、美味しいね。美味しいですか？美味しいよ、これは。美味しい。熱々だよ。で、もう一つのセットはオニオンリングにしたんでしょ？オニオンリングもアメリカの感覚だとね、ちゃめな感じなんだけど、なんか美味しそうな匂いもいいよね。オニオンの匂いだよね。いただきます、これは。ジョーちゃん、これ美味しいよ。ポテトもうまいけど、このオニオンリングは最高。最高だよ。これモスもオニオンリングはあったんだよね、確かに。ありましたね。あった。美味しかったけど、こっちの方がうまいかもしれないな。これ美味しいよ。これいけるわ。次はハンバーガーです。最初はこれね、なんだったっけ？ WW ほら、パティが2枚があるんだよね。こういう感じで。結構美味しそうなバーガーだよ。美味しそうですね。あとね、早く出てきたんだよね。注文してからは作るわけでしょ。早いよね。で、何がある中身はやっぱり野菜1枚、トマト、チーズとパティ2枚って感じですね。美味しそうじゃないですか。やっぱり定番のこういうでかい WW からいきたいと思います。では初フレッシュネスバーガーでいきますよ。いただきます。フレッシュだよ、これは。フレッシュバーガー、フレッシュだね。すごいよ、これ。野菜とチーズも、ちょっと待って、もう
ヘルシーなハンバーガーじゃないですか。これはヘルシーだよ。これは味はシンプル。変にマヨネーズでごまかしてることはない。ケチャップとマスタードも変にかかってない。モスと違う。もちろんアメリカのハンバーガーのインエンアウトとかとまた違う。モスはなんとかソースみたいなのがかかってるんだよね。オリジナルのソース。それがうまいんだよ。でもこれをまたシンプルにやっぱりハンバーガーという味、ごまかしなしのハンバーガーという味ですね。ナチュラルな感じ、その意味のフレッシュネスなのかな。フレッシュ&ナチュラルバーガーって感じですね。と言いながらこのアボカドがフレッシュだね。アボカドすごい熱いですね。熱いよね。えアボカドは安くはないよ。高いものだよ、アメリカでもね。中身をちょっと分析しようか。うわでっけえアボカドいいね。でこっち側は野菜、オニオンいいね。じゃあ、はい、行ってください。アボカドバーガーでいきましょう。でいきます。はい、どうぞ。おおなんかごめん二口になる。これりょうちゃんはい。美味しい。美味しいですか。美味しい美味しい美味しい。これは美味しい。アボカドはバーガーに合うと思う。肉、アボカド、パン、玉ねぎ、味はいいよ。それとやっぱりハンバーガーにも合うね。そう言っちゃう。デザートも食べてみたいと思わない？甘いもの好きなね、まあ仕方ないんだよね。それもね、デザート美味しそうなのあれば買ってくるんで食べてみようか。それも、はい、食べましょう。また美味しいものを持ってきたぞ。こういう暑い日にやっぱりレモネードが体にいいと思うんだよ、レモンは。これもこっちのレモネード飲んでみたいと思いますね。甘くないレモンの味だよね。これ美味しいよ。あとはね、はい。これはもう日本的だな。紅茶の味のケーキセットもある。アメリカのハンバーガー屋さんにないぞ。ないよ。ところでさ、スタッフみんなすごい親切だね。丁寧で、外国人の女性がカウンターをやってるんだけど、すごいマナーも正しい。もう、いいよね。すごい見てこれ。ケーキはハンバーガー屋さんであんまり食べたことないから、これは初めてですよ。お、柔らかい。美味しそうな紅茶のケーキだよね。はい。いきます。紅茶の味しますね。よりも柔らかい。甘さは、アメリカの甘さと日本の甘さの違いが大きくある。これもう一つの日米比較だと思うんだよね。というのは、アメリカの甘いものめっちゃくちゃ甘いね。日本人の口に合わないもの多いと思う。甘いってよく耳に入ってくるんだよね。日本人にアメリカの甘いものを食べさすと、これはね、甘いのは甘いんだけど、そんな異常に甘いっていうわけではない。逆にアメリカ人の口に合わないことがあるかもしれないよね。こういうケーキだと、なんでケーキなのにもっと甘いものじゃねえかっていうふうに思われるアメリカ人が多いかもしれないな。これはいい感じの甘さというか、日本的な甘さっていうの、まだ半分以上あるの。ありがとうございます。りょうちゃんに取っておきました。どうぞ。はい、ありがとうございます。美味しかったですね。美味しかった。フレッシュネスイコールナチュラルイコール健康的っていう感じはしましたね。とりあえず自分の日本で食べてきたハンバーガーの中でこれを食べて今言えることは、まずはこれ一番ナチュラルなごまかしのない美味しい本物のハンバーガーって感じです。その意味ではいいことと悪いことがある。ナチュラルなハンバーガーを求めに食べに行く人があまりいないかもしれないな。でもこっちのお客さんとかも見て女性の方が多いから、そこがターゲットにしているんじゃないのかなっていうふうにちょっと感じました。で、あともう一つ、健康的に考えてる人も肉好きなんだけどマスタードとケチャップとかの多いハンバーガーは食べるとあんまり健康的じゃないという方にはこれがいいかもしれないな。でももう一つ言わなきゃいけないことはあるね。高い。ちょっと高いね。今2人で食べた2つのバーガー、2つのお茶、1つのレモネードと
ケーキ1枚3300-400円ぐらいかかったんだよね。ハンバーガーのランチにしては安いと言えないな、りょうちゃんね。500円ワンコインランチのサラリーマンにとってはこれはもう1週間分以上の500円玉を貯めておかないと食べれないんだよね。ただいいものが安くはないということなのかな。いい味、健康的なものを、ね、お求めの方ならここはいいかもしれないな。コストパフォーマンス的には、モスバーガーの方がその意味ではいいかもしれないな。次は何バーガーにしようか。ロッテリアと佐世保だよね。ね、に行ってみたいと思うし、それぞれのハンバーガーの違いを、同じハンバーガー、同じ肉なのにこんなに違いがあるっていうのは面白いことだよね。今日はフレッシュネスバーガーで食べて本当に嬉しいです。やっと食べれた。前から食べようと思ったの。で、また、来たいと思うんで、また食べたいというもう人に、勧めしたいと思うんですよね。ただ、やっぱりいろいろあるんだよね。値段、コストパフォーマンスと味と健康的な面で全部トータルで考えて、どのハンバーガーが一番好きなのかっていうのは、逆に視聴者の皆さんに、聞きたいなと思いますので、よろしかったらコメントの方に次回のハンバーガー屋さんのおすすめのところをぜひ、教えてください。ということで、それまでのいつものね、日々前進前向きな感じでサムズアップ的に前向きに毎日やっていきましょうね。ポジティブに笑顔で。では次回までスティーブ的視点のハンバーガーの食レポでした。